皆さんこんにちは。ここは代々木公園です。今日は夜の代々木公園と、そこから参宮橋への夜の道を紹介します。透けるトイレやブルガリア大使館も出てきます。ぜひ楽しんでみてください。さて、この日は11月27日です。葉っぱがたくさん落ちています。紅葉がそろそろ終わる時期です。走っている人たちが見えますね。結構早いですね。あそこにはドッグランがあります。犬が走ってますね。その横は広場になっています。代々木公園は東京で5番目に大きい公園です。渋谷や原宿に近いので、遊びに来る人がたくさんいます。この親子はバッティングの練習をしています。こっちの2人は漫才の練習をしています。漫才というのは面白いことを言って人を笑わせるものです。飛行機が飛んでいきます。こちらに飛行機がもう一機飛んでいます。この時の時間は4時半ぐらいです。あまり寒くなくていい天気の日でした。この集団は大学のサークルっぽいですね。サークルっていうのはクラブみたいなものです。この2人も漫才の練習をしていました。手前の木は葉っぱが落ちてしまっていますが、その向こうの木は赤くてきれいですね。これはイロハモミジです。イロハって何なのか知りたい人はぜひこの動画を見てください。いろは歌というものから来てるんですが、その説明をしています。ここは人が多いですね。ここは人が全然いません。とっても綺麗ですね。また人が増えてきました。この黄色い葉っぱの木はイチョウと言います。電気が当たっているところは真っ黄色ですね。真っ黄色というのはすっごく黄色ということです。雪がすっごく白いときは真っ白と言います。
赤は真っ赤、青は真っ青になります。遠くから見ると黄色が見えてきれいですね。疲れたのでベンチで休むことにします。ベンチに座ります。若い人たちが来ましたよ。ボールで遊んでいます。楽しそうですね。その上を飛行機が飛んでいきます。スーツケースを持った人たちが通り過ぎていきます。出張でしょうか。スケボーの人も通り過ぎていきます。だいぶ暗くなりました。そろそろ移動します。音楽が聞こえますね。これは5時を知らせる音楽です。学校ではこの音楽が聞こえたら家に帰りなさいとよく教えています。日本では小学生以上になっていれば子どもたちだけで外で遊んだりします。なのでこの音楽は役に立ちます。夏は夕方6時に流れます。夏は日が長い、つまり明るい時間が長いからです。流れる音楽は地域によって違います。今流れていたのは夕焼け小焼けという有名な曲です。ドラマみたいなシーンですね。あのカップルはキャッチボールをしていますね。空はまだ少し明るいんですが、木の下は真っ暗です。さっき入ってきた門から出ます。横断歩道を渡ります。横断歩道の先のこれ、トイレです。これ、透けるトイレなんです。透けるというのは向こう側が見えることです。ただ、冬の間は透けていないそうです。残念です。中はこんな感じです。今度夏に来たいです。ところで、この公園の名前は春の小川公園と言います。小川というのは小さな川のことです。
春の小川は有名な歌の名前です。その歌の元になった川が昔この辺を流れていました。この公園の横にその歌碑があるそうです。歌碑というのは石に歌の歌詞を彫ったものです。春の小川記念碑、あった、これだ。ちょっと見えない。何も見えない。石に歌詞が彫ってありますね。すごいですね。いいんですか？20匹ですね。20匹、すごい。ありがとうございます。動画です。動画っていうのはビデオのことです。でもビデオとは言わずに動画と言います。ではこれから歩いて三宮橋という駅に向かいます。犬の首輪が光ってますね。ここはコーヒー屋さんですね。テイクアウトしかしていないお店でした。電車が通っていきます。踏切が開きました。踏切を渡ります。踏切を渡って右に曲がります。P と書いてあるのは駐車場です。いくらなのか見てみましょう。朝の8時から22時、つまり夜の10時までは15分400円です。つまり1時間1600円ですね。そして夜の間は1時間100円です。昼は高いですが、夜は安いですね。道の両側には素敵なマンションが多かったです。旗が立っていますね。どこの国の旗、国旗なのかわかりますか？ちょっとよく見えませんね。ここはブルガリア大使館です。サンタクロースがいますね。かわいいですね。ここも素敵でした。にぎやかな通りが見えてきました。夕ごはんはこのお店で食べました。おいしいイタリアンのお店でした。ご飯を食べた後、新宿まで歩きました。その途中でこんなビルがありました。
これは仮面ライダーのフィギュアです。仮面ライダーシリーズは子供に人気のあるテレビ番組です。その第1作目は1971年だったんですが、その原作を書いた人の会社です。新宿駅が近づいてきました。賑やかな通りです。ここは立ち飲み屋さんです。立ち飲みというのは立って飲むことです。前にいる人たちが右の方を見ています。何か撮影をしていたみたいです。この人は電気の飾り、電飾をつけていました。この人たちもそうですね。そしてここがさっきの撮影中の通りの反対側です。ここから駅の建物に入ります。改札に着きました。私はここから入ります。なので動画もここまでです。ぜひコメントで感想を教えてください。皆さんのコメント全部読んでいます。とても励みになっています。今日もコメントを一つ紹介します。ブラックカンディさんからです。Wow, I am definitely going to recommend this video out. I feel like I jumped 10 pieces closer to understanding Japanese. It makes me want to learn even more Japanese, both its culture and language. I will never see English the same after this either. This is just wonderful. ありがとうございます。I know this video is very helpful, but hearing that it even changed the way you see English is amazing. So it's like this video gave you a new perspective. I'm really happy to know that it has such a big impact on you. And I really appreciate you recommending it to others. I'm sure it will help even more people learn Japanese. Thank you. For everyone who is watching this video, I really want to help Japanese learners speak more confidently. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day. またね。